はい、皆さん、こんにちは。モノルです。はい、今回はですね、なぜか誰も取り上げていないコントローラー、バトルドラゴンシリーズですね。バトルドラゴン、無印、アドバンスド、プロ。この3種類のコントローラーをレビューしていきたいと思います。本当はね、プロだけ紹介したかったんですけど、もしかしたらこれ 3つとも同じ中身なんじゃないかなと思って、個体差を知りたくてですね、3つ買ってみたんですけど、なんとこの3種類ですね、スティック微妙に違いました。すごくでもやってて面白かったことがね、何点かあったので、それも紹介しつつレビューしていきます。はい、まずはサクッとスペックの方を見ていきましょう。シリーズのコントローラーすべて共通で、対応機種は PC と Android、有線接続と Bluetooth 接続と無線ドングル接続に対応していて、ホールエフェクトスティックです。そしてスティックの重さは 60g フォースとなっていて、背面4ボタンがついてます。トリガーストップ機能もついてます。一番内側にするとアナログトリガーになります。真ん中にすると、はい、このぐらいのストローク量になります。一番短いのが、これだけのストローク量になります。ボタン式じゃなくても全然ね、これだけストローク量が少なかったら全然使えるかなって思いましたね。ポーリングレートは 1000Hz となっています。で、無印は背面4ボタンだけで、メンブレンの ABXY ボタンになってます。RB、LB も、メンブレンですね。で、アドバンスドになるとですね、背面4ボタンは変わらず、ABXY ボタンとか LB、RB ボタンがマイクロスイッチになります。で、さらに、プロになると、このようにですね、はい、トップにショルダーボタンが2つ追加されます。マイクロスイッチの RB、LB、ABXY ボタンは変わらずに、トップにボタンが追加されるという形になってます。さらにですね、プロの場合は、コントローラーでプロファイルが切り替えられたり、LED が点灯してですね、はい、このように非常に派手な LED で光らせることができます。はい、また、プロはですね、こういうですね、充電ドックがついてます。はい、無線ドングルをね、こうやってしまっておける USB ハブみたいな機能もついてますね。はい。でこうやって磁石で背面にひっついて充電することができるようになってます。またですね、アドバンスドとプロのみ、スティックの高さを変えることができます。スティックの高さを変えるには、スティックを持ち上げて、回して戻します。高さは3段階切り替えることができます。価格は無印がだいたい5000円前後、アドバンスドが7000円前後で、プロになると一気に値段が上がって15,400円となってます。はい、もう少しちょっと詳しく見ていきたいんですけど、背面ボタンはすべてのコントローラーで共通で、タクトスイッチになっていて、やや押し心地が悪いですね。またガタがあるのか、いまいち合成感がないような背面ボタンになってます。これはプロでも全く同じですね。やや合成感がなくてちょっと触れるとこう歪みが出るようなね、ちょっと歪む感じがする。あんまり合成感がなくて押し心地は正直いまいちな背面ボタンになってます。ただマイクロスイッチはね、非常に押しやすくていいですね。ただ ABXY ボタンはちょっと重めになってます。なので格闘ゲームにあんまり向いてないコントローラーかなと思います。もし格闘ゲームで使うならこの無印がいいですね。メンブレンなので。で、基本的にこのシリーズはプロはね、価格に見合ってないので全くおすすめじゃないです。この無印かアドバンスドどっちかがいいと思うんですけど、特にマイクロスイッチボタンにこだわりがなければ、もう無印で十分使っていけるコントローラーだと私は思いました。はい、十字キーも非常に押しやすくてね、もうメンブレンでも全然良くて、押した時のね、音も静かですし、ちょっと背面ボタンがね、タクトスイッチなんでうるさいんですけど、これタクトスイッチの背面ボタンを押す時の音ですけど、
割とね、このうるさい音がしちゃうっていうのが欠点で、全体的に特にこのプロの方に関しては1万5,000円をするコントローラーとはちょっと思えない、やっぱり安っぽさっていうかチープさを感じてしまいます。はい、それで持ち心地なんですけど、こういうね Xbox タイプのコントローラーなので全く悪くなくて、それぞれのボタンも非常に押しやすい位置にあると思います。背面ボタンはやや上に来ているのでちょっと押しづらいかなと思いますね。特にノーマル持ちの時にややこの上側の背面ボタンが上に来すぎてて中指が下の方に行っちゃうのでちょっと押しづらい感じがします。ただね、そこまで気になるわけじゃなくて、全く使用する上で問題になるような感じではなかったですね。またトップボタンも非常に押しやすい位置にあって、とても持ち心地はいいコントローラーでした。はい、それでですね、このパワー A のバトルドラゴンシリーズはですね、パワー A PCHQ っていう設定ソフトをマイクロソフトストアからダウンロードしてインストールすることができます。はい、こちらの設定ソフトを使えばですね、再キャリブレーションとかもできます。再キャリブレーションのやり方がちょっと複雑だったりしてね、ちょっと難しいんですけど、手順がこんだけね、11ステップあって、ちょっとね、わけわかんなくなりそうな感じなんですけど、しかもね、全部英語でしかないので、ややちょっと敷居が高いかなとは思います。ボタンの設定変更ですね、背面ボタンとトップボタンとかの設定も変えれますし、連射機能やジョイスティックのデッドゾーンの設定なんかもできます。ただね、クケアルゴリズムとかアウターデッドゾーンの設定はできませんし、レスポンスカーブの設定も最初から設定されている3つのカーブからしか選ぶことができないので、自由に設定することはできません。はい、トリガーの設定や振動の強さの設定、プロ限定ですけど、プロファイルの設定もできます。また、LED の設定なんかもできます。それぞれいろんなね、ゾーンに分けて光らせる色を変えることができて、見えるかな。こんぐらいかな。はい。ゾーン1をオレンジにして緑のままで、赤が分かり水色かな。この辺の色にしてみたらどうなるかな。はい、こんな風にですね、すごいカラフルな色に設定することもできます。それぞれのゾーンがどこの位置に当てはまっているかですね、これよくわからないのは。左下がオレンジ色なんでゾーン1かな。で、ゾーン2が右上になってますね。で、ゾーン3が水色なんでボタンかな。このボタンとスティックですね。で、ゾーン4がこの下側ら辺ですかね。ちょっとよくわからないですけどね。なんでこういうゾーン分けになってるのかちょっとわからないです。はい、色がどんどん変わっていくようなモードにすることもできます。せっかくなんで、全部同じように色を変えていくモードにでもしておきましょう。全部色が徐々に変わっていくモードにしたら、こんなに派手になりますね。なんかすごいですね。これはこれで、光るのが好きっていう人には非常にいいかもしれないですね。はい、設定ソフトはこんな感じです。それで、いつものようにスティックのレスポンスカーブも計測しています。はい、これがパワー A のバトルドラゴンシリーズのスティック感度カーブになります。本当はこの3台全部同じ製品っていうかスティックが使われていて、で、個体差がないってことを証明したかったんですけど、私としては。残念ながらね、それぞれ微妙に味付けが異なっていて、えーカーブの大きさ自体はあまり変わらないんですけど、アウターデッドゾーンのところだけちょっと変わってて、一番可動域が広いのがプロ。その次に広いのがアドバンスドで、その一番狭いのが無印っていう結果になりました。すべてね、低感度になってますので、順行と変わらない感覚で使うにはリニア感度に修正する必要があると思います。こういうね、グレードによって味付けを変えるっていう風なことを、意外としているもんなんだなっていうのは一つ面白い発見でした。多分ね、これ製品として中身に使ってる基板とかはあんま変わらないと思うんですけどね。
その辺もちょっと後で分解して見ていきたいと思います。はい。で、それぞれの、バトルドラゴンシリーズそれぞれのコントローラーについて、ハンドカーブをリニアに修正する方法をですね、さっと解説しておきたいと思います。はい。まず、Steam を開いてもらって、ライブラリーからプレイしたいゲームを選びます。コントローラーを接続すると、このコントローラーアイコンが出てくるので、これをクリックします。はい。デフォルトでは Steam 入力を有効にするというボタンが出てくると思うので、これをクリックして、レイアウトを編集、ジョイスティックから右ジョイスティック動作の横の歯車アイコンをクリックします。で、スティック間のカーブをデフォルトリニアからカスタムカーブに変更して、まず、無印とアドバンストの2機種については286に設定してください。無印とアドバンストについてはデッドゾーンをデッドゾーンなしのままで使用します。次に、プロの場合はカスタムカーブを283に設定した上で、デッドゾーンソースをカスタムにして、右側のスライダーを98に設定してください。右スティックに関しては設定が終わったので、左ジョイスティックの方も同じように設定を変更します。プロなら283の98っていう風に設定します。はい、これでリニア感度への修正は完了です。はい、順行のようなリニア感度に修正すると、無印はこのようなグラフになります。青色の線が修正後のグラフですね。はい、次にアドバンスドはこのようなグラフになります。はい、そして最後にプロはこのようなレスポンスカーブになります。それぞれね、実際に使ってみて比べてみましたけど、だいたいね、すべてのコントローラーで同じような感覚で操作できるスティックにすることができたと思います。はい。で、実際のところ、プロとアドバンストとノーマル、無印で違うのかって言われますと、正直あんまり違いは感じなかったです。ちょっとここで一つ気づいたことがあってですね、レスポンスカーブを計測するときですね、行きと戻りで、行きの方、スティックを倒していくときと、戻りの方ですね、スティックを倒された状態から戻していく方で、数値がちょっと違うってことがありました。同じだけ倒しているのに、行きの方はゲームへの入力値が小さくて、戻りの方はゲームへの入力値が大きいというようなことがありました。こういうのって実はゲームサーノバライトとかですね、ちょっとかなり、5000円切ってくるような安めのコントローラーのスティックのセンサーでたまに見かけるんですけど、1万5000円のコントローラーでね、そういうスティックっていうのはちょっとありえないなって個人的には感じてしまいました。なんで、正直プロは全くおすすめできないかなっていうふうに思います。アドバンストも7000円っていうことなんで、ちょっと価格に見合った性能はないかなというふうに感じました。ただ、無印については、なかなかこの5000円っていう価格帯で背面4ボタンをついているコントローラーっていうのは珍しいので、全然ありかなっていうふうには感じました。可動域が狭いっていうのもね、実際、少なくとも Apex とかで遊んでる限りは特に気になることはなく、スティックの精度の悪さっていうのはありますが、実際ゲームプレイしてたらそこまで気にならないっていうかね、むしろこのスティック意外とエイムアシストが強く効いて、私的には全然戦えるかなって感じました。実際ランクを1週間みっちり回してきたので、その様子を見ていただこうと思います。はい、これランクなんですけど、ハーベスターを取りに行ったら鉢合わせた場面ですね。で、レースがかなり展開してたので、一人孤立しているレースをですね、取りに行くところです。相変わらず腰打ちは私下手なんで、そこはあんまり参考にならないかなと思うんですけど、
はい、もう全然ね不満なくコントローラーとしてはね戦っていけるかなと思いました。こういう中距離もしっかり当てていけます。はい、特にね見てほしいのはこういうスナイパーライフルで3倍ですけど割と遠い距離をねバンバン当てていけるっていうところで、意外とそのスティックのね行きと戻りでちょっとゲームへの入力値が変わるっていうところはあんまりゲームプレイ上不具合はなかったですね。はい、これは別のマッチになります。確かこれはチャンピオン取れたマッチかなと思うんですけど、最近ちょっと気に入ってるトリプルテイクとエルスターっていうねエネルギー武器2丁持ちですけど、こうやってね近距離の OEM とかもバッチリやってきますし、腰打ちは下りますけど、このニューキャッスルの人がかなり強かったですね、この試合は。はい、こういう1倍でちょっと遠いところをね繊細に狙っていくような場面でもしっかり当たっているので、割ともうこのコントローラーはランクで全然使っていけるっていう気がしますね。最近よくプロのねスクリームとかでも見るアンチですね。本当にこのニューキャッスルの人うまくて、カバーをねああやってしっかりしてくれるんでね、はい、仲間に助けられたチャンピオンでした。はい、続いて、アナログトリガーと振動機能のテストのためにアセットコルサースチーム版をプレイした動画になります。アナログトリガーもね全く問題なく使えました。で振動機能についてはねあまり正直良くはなかったです。やっぱり振動機能に関しては圧倒的にフライディジベーダー4プロが良くて、で他のコントローラーほぼ横並びっていう感じで、バトルドラゴンに関してもその中の一つっていう感じですね。で今回はフェラーリで走ってみたんですけど、国産車よりもだいぶ速いかなっていう感じがしますね。やっぱりタイムもだいぶ伸びたので、これがどれぐらいねこのコントローラーのポテンシャルを引き出せてるのかよくはわからないんですけど、タイム相当出せるコントローラーなんで、アナログトリガーもしっかりね機能しているかなと思います。例えばレーザーウルヴァリン V3 プロとかで感じたですね、最大入力をしている感覚、全部押し込んでる感覚がちょっとつかみづらいとか言ったこともなくですね、アナログトリガーに関してはもう全く不満がなかったです。はい、これで1周終了ですね。タイムは1分49秒350っていうことでした。
正直ノーマル、無印でも全然 Apex で戦っていける Apex のランクでね、使えるコントローラーだと思いました。背面4ボタン付きで Apex のランクをしっかり回していけるコントローラーとしては、一番価格が安いぐらいのコントローラーなんじゃないかなというふうに思います。まあね、ちょっとコントローラー高いけど、背面4ボタン付きでしっかり Apex を楽しみたいという方には非常におすすめのコントローラーです。はい、そしたらちょっと分解をしていこうと思います。まずは無印からやっていきます。分解は多分ですね、ここにある1、2、3、4、5、6、7、8、8個のネジ穴からネジを緩めるだけで分解できるように見えます。やってみます。結構ネジが硬いですね。割と硬めに締まってるような感じがします。ちょっとね、ネジ山を舐めないように気をつけて外さないといけないかもしれないです。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、8本ちゃんとあります。ものすごく簡単に外すことができますね。上側が引っかかってるような感じがあるので、何がかかってるのかちょっと注意しながら外します。ああ、なるほど。アナログトリガーにしっかりこのトリガーストップをね、アナログトリガーにしっかりしてからじゃないと外れないかもしれないですね。あ、そうですね。はい。外れました。すべて固定されているので、スイッチ類は、このまま適当に外しても大丈夫そうです。背面側は、このようになってます。はい、すべて固定されてて意外と作りがいいですね。はい。これが前面、正面側ですけど、すごくスッキリしていて、基板も綺麗ですね。背面ボタンはタクトスイッチになってます。割とね、中身丁寧な作りで好印象ですね。はい、基板をすべて外しました。メンブレンの十字キーと ABXY ボタンが見えてます。モーターを外すにはですね、振動除去をするためにモーター外すにはここのコネクタを外す必要があるんですけど、完全にここまでね、ばらさないとコネクタを外すことができなくなってます。外し方はですね、ここの基板側の1個とモーター側のここの2つを両サイド2つずつ外せば外れます。ここのね、2つのネジはこのモーターを固定するためのネジなので外す必要はありません。はい。で、スティックモジュールなんですけど、このようにですね、はい、軽シルバー製のスティックモジュールが使われてました。見た限りではね、プロと全く違いがないので、スティックの精度っていう面ではね、無印とプロで特に変わりはないことが分かりました。なので、レスポンスカーブの違いっていうのは、このセンサーモジュールの違いっていうよりかは、コントローラーのね、ソフトウェア側でアウターデッドゾーンを変えてるとか、そういった違いしかないんじゃないかなと思います。はい、次、アドバンスドを外していきます。はい、こちらがアドバンスドの基板になります。ああ。ほんの少しですね、これ違いがあるのわかるでしょうか。バッテリーのサイズがそもそも違いますね。バッテリーのサイズが違って基板も微妙に違っています。てっきりね、中身も完全に同じなのかなと思ったんですけど、本当にね、微妙に違いますね。そりゃスティックの感度カーブも違うわけだなっていう感じがします。基本的な構造っていうか作り方は一緒なんですけど、こういう細かい違いを作ってくるんですね。このバリエーション違いでも。はい、それじゃあ最後にプロを分解していきます。はい、外すことができました。はい。プロはもう基板の色から違ってますね。
全く別物です。バッテリーの位置から全く違う別物のコントローラーですね、これは。ここにトップボタン用のタクトスイッチが設置されてますね。せっかくなので、スティックの方も見ていきたいと思います。はい、2箇所ネジを外すことで、このように、上の基板と下の基板を外すことができました。はい、スティックまで外すとですね、見慣れたスティックのセンサーモジュールですね。K シルバーのスティックセンサーモジュールが使われています。またですね、マイクロスイッチですけど、見えるでしょうか。ちょっと見づらいですけど、カイルのマイクロスイッチですね。が使われてました。ちょっと押し心地が硬めのマイクロスイッチですね。はい、これが十字キーのマイクロスイッチです。これもカイルのマイクロスイッチが使われてました。はい、これが LB、RB のマイクロスイッチです。すべてカイルの同じマイクロスイッチが使われてます。マイクロスイッチを押す部分にシリコンが使われていてですね、ここもですね、LB、RB まで使われてて、押し心地は確かにかなり改善できるように工夫されている様子が見て取れます。すごくね、全体的に丁寧な作りだなっていうのは見て取れますね。それで、スティックの高さ調節はこのね、これだけで実現してます。こういうね、よくあるやつですよね。こう引っ張って離すと、引っ張って回して離すと高さが変わるっていうね。一番低いのがこれ。一番高いとこれ。中間がこれぐらいの高さっていうことですね。基本的に一番低くして私は使ってます。それにしてもですね、この無印とアドバンストで基板が違うっていうのは意外でした。こんなね、わずかなバリエーションの差で、こんなね、中身を変えてくるもんなんですね。はい、すべてのコントローラーについて、ネジを締めて、動作確認も完了しました。いや、やっぱプロはプロっていうだけあって、基板がすごくね、豪華でしたね。でも、なんかね、なんでここの背面ボタン、タクトスイッチのままにしちゃったんだろうっていうのだけが惜しいところですね。マイクロスイッチにしてくれてたら、プロとしての価値がだいぶ上がったんじゃないかなと思います。はい、パワー A のバトルドラゴンシリーズを見てきましたが、いかがだったでしょうか。いろいろと面白いね、機能があったりして、こう、スティックの高さを引っ張って回して変えられるってね、割とシンプルな作りですごいちょっと安っぽいんですけど、全然これでいいよなって思わさせられるね、こういう作りとかね、面白かったですね。あとね、全部スティックモジュール、センサーモジュールは共通でしたが、それぞれでアウターデッドゾーンの値を変えることによって違いを作り出してるっていうね、そういうのは面白い発見でした。正直プロはね、1万5000円の価値は全くないと思っていて、全くね、これで5000円のノーマル無印でいいかなっていうふうに思ったコントローラーではありました。これでね、意外と戦えていけるっていうのが、すごい価値のある商品かなっていうふうに感じましたね。逆に言えば1万5000円のコントローラーに使われているセンサーが乗っている5000円のコントローラーっていう風に言うこともできるわけですから、この5000円で背面4ボタン付きでそれだけしっかりしたスティックセンサーが使えるっていうこの5000円のコントローラー非常におすすめです。まあちょっとね1万円近いコントローラーを買うのは抵抗があるけど5000円ならいいかなっていう風な方にはめちゃくちゃおすすめできるコントローラーだと思いました。ただね、このね、デザインですよね。好みが分かれそうなデザインをしているかなとは思います。はい、私はモノルーっていうウェブサービスの管理人もやってます。コントローラーを比較したりとか、絞り込みで検索したりとか、また口コミを書くこともできます。
ぜひモノルにですね、コントローラー、ご自身でお持ちのコントローラーの口コミを変えていってくださったら嬉しいです。また、この動画が参考になったと思ったら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上、モノルでした。ご視聴ありがとうございました。